こんにちは、フリーマンです。ギターの可能性とは何か？なぜこれほどまでに世界中で愛され、時代を超えて生き残り続けているのか？ギターは最強の楽器なのか？そう問われれば、答えは単純ではありません。しかし、多声部演奏が可能で、12平均率を備え、電源も使わず、持ち運びができ、さらに、一人で音楽を完結できる楽器という条件を並べたとき、ギターは常に上位に現れるでしょう。この動画では、人類史、文明構造、物理的合理性という視点から、ギターの可能性を徹底的に分析したいと思います。これからギターを始める人も、すでに弾いている人も、この楽器の構造的な強さを知ったとき、あなたの見方はきっと変わるはずですよ。まず最初に結論からお伝えします。ギターは最強の楽器ではありません。しかし、人類史的に見て最もバランスがいい楽器の一つである可能性は極めて高いと感じております。ではなぜそう言えるのか。その理由は単なる感情論ではなく、構造的な事実にあります。ギターはメロディー、コード、ベースライン、リズム、これらを一人で同時に演奏できる多声部楽器です。さらには、フレット。このフレット構造による12平均率。電源不要のアコースティック設計。そして、持ち運び可能なこのサイズ感。つまりは、小型のオーケストラを背負って移動できるような楽器ということなんですね。ピアノは和声的完成度が非常に高く素晴らしい楽器ですが、持ち運びは難しいですよね。ギターは移動可能な和声装置。そう思いませんか？この物理的条件が極めて強い楽器だというふうに感じます。12平均率とは、一言で言うと、1オクターブ、ドから次のドの幅を12個の音に均等に分けたものを指します。ピアノやギターなど、どの調でも自由に転調できる特徴がありますね。検索がされ続けるキーワード。ギター、なぜ人気？この理由は3つあると感じます。1つ目、モバイル性能とコストの低さ。ギターは比較的安価で始められます。スピーカーやアンプなどがなくても音が出ます。それこそ公園や部屋、世界中どこへ行っても演奏が可能です。これは文明依存ではなく人間依存型の楽器であるということが言えるかと思います。2つ目、ジャンル横断の適応力。クラシックやロック、ポップスやジャズ、そして弾き語りなど、ギターは形を変えながら生き残っていきましたよね。これは偶然ではないと思います。進化、適応力のある楽器だけが残るという構造がしっかりとあるのだと感じます。3つ目です。ギターは立って弾けますし、座っても弾けます。なんなら歌いながらだって弾けますよね。
指と弦の距離が近く、振動を体で直接感じられる。この身体接続型と言いますでしょうか。この構造が没入感を生みます。歴史を俯瞰してみると、大昔は打楽器、近代でピアノ、そして現代でギター。特に20世紀以降、ポータビリティがあり、多セーブ可能な楽器としてギターは大きく普及しました。音楽の制作や弾き語り、作曲、個人が世界に発信できる時代において、ギターは極めて合理的な選択肢と言えませんか？ここまでギターの強みをたくさん話してきましたが、ギターは完璧ではないと思います。音域はピアノには劣りますし、持続音は弦楽器に劣ります。しかし、多セーブ、軽量、電源不要、世界の普及、そしてコスト。この掛け算をすると、ギターは常に上位に現れるでしょう。それはつまり、自由を最大化する設計だというふうに感じるんですね。これからギターを始める人や、今ギターを練習している方へ、ギターは難しい。そして指が痛い。検索すれば、このような不安な言葉も出てきますよね。ですが、世界中の何億人もの人がこの楽器を選んできました。それは合理性があるからだと思います。ギターは努力が必ず音になる楽器です。ギターを触り続けていきましょう。あなたが持っているものは単なる伴奏楽器ではありませんよ。作曲装置であり、和声研究装置、そして表現媒体であり、小型のオーケストラです。ギターの可能性はまだ尽きていないと思います。テクノロジーが進化しても、AI が音楽を作っても、指で弦を弾けば音楽は生まれます。そしてそれはデータではなく、物理的な振動としてあなたを表現してくれるでしょう。まとめです。ギターは最強ではないです。しかし、最もバランスが取れた楽器の一つである可能性は極めて高いと感じます。だからこそ、これから始める人も、今弾いている人も、この6本の弦の構造的な可能性を信じてみてはどうでしょうか。今は6本じゃないギターもね、多くあると思いますけれども、あなたが弾く限りギターの未来は続くと思います。ギターを楽しんでいきましょう。私はサイレントギターでクラシックギター独奏曲を30曲作成しました。初心者の方から中級者卒業まで楽曲を通して構造的に最短で楽しむためのメソッドです。再生リストを概要欄に貼っておりますので、ご興味ある方は参考にしてみてください。ギターを楽しんでいきましょう。ではまた。ギターが好きな方、そしてまた聴いてみたいなと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントいただけますととても励みになります。